どうぞ。じゃあお疲れ様です。明けましてになるんですか、これは。ああ、そうか。放送的には。明けましてハッピーです。ハッピーです。今回はまず原稿を読む前に、読ませていただく前に、マネージャーさんから、これ私の好きなやつですというコメントが入ってたんで、期待大で。ちょっと待ってください。そしたらそうでもなかったっていう。いや、そう毎回ほらいろんなことを変えさせていただくじゃないですか。情景がとかそういうことが今回入っていて、その冬っぽさとかグラファイトヒーター、すごい、そう、あんま活字で見たこともそうなんですよ。もうあれハロゲンだっけと思って調べたらグラファイトだったんで、グラファイトヒーターっていうんだと思って。オレンジ色になるやつですよね。僕もハロゲンだと思ってたんですよ。思いますよね。でこれで初めて調べて、あれグラファイトなんだっていう、何のこっちゃって感じだと思いますけど、原稿に出てくるのですよ。その冬の夜のグラファイトヒーターの色とかっていう、この辺りがすごい素敵でしたね。ありがとうございます。でその書いてるうちに、っていうまた違うその子供の頃との話とかで、こういう話のなんていうエピソードとかもあるななんて考えてた結果、あと 1.5 本ぐらい書いちゃったんですよね。1.5 本ですか。これ以外に1つ半ぐらい書いちゃったんですよ。ここには入らなくなっちゃって、ここはもうその、年末の大晦日の日で切り取っちゃったんで、なんかそういうちょっとこうなんて言うんでしょうね、スイッチというか、スイッチっつうか、書こうと思えば書けたんですけど、今までのがちょっとこうなんて言うんですかね、アイドル8回ためたな。食べましたね。いやだからありましたよね。温まってきましたね。いやそうですね。書いちゃいましたけどね。やっぱりそうですか。だからやっぱりスイッチ入ったんですね。そうです。なんかこうこれは若干待ってました。毒気が出てきた。あからさまな毒が出てきたんで、毎年こう思うんですよね。その暮れになると、ちょっとこう思い出して、この時のノスタルジックおじさんになってしまう。の掃除にかいつまんでご説明をすると、米屋桜井の窓なりに住まれていた愛くんとの一家と年末大晦日を年越しを一緒に過ごしていたというみたいなのが一回あったんですよね。10時見えたらもう起きてたらもう怒られてた時期に、夜中に起きていてよくて、なんか飲み食いしてもよくて、でみんながなんかわーってなってて、それがなんかめちゃくちゃ面白い楽しかったんですよね。うわーみたいな、わーみたいな感じになっちゃって、それが忘れられず、毎年その時期になるとみたいな感じで一人で活動を始めて、だからそれが多分小学校のファミコンあったのかな、なんか結局ゲームになったんですよね。で大人はやっぱいやいいよもういいよって寝るみたいな仕事で疲れてるしとかっていうあの1回は何だったんだみたいな。本当にその1回だけなんですね。そのオールスターというか大人の方も揃って1回だけとかだったですね。まさにこの絵のね、このイメージですっていう、誰が誰やらいや実はうちもあったんですよ。ありましたか。いとこの家で大人は酒を飲み、大人は子供は朝までゲーム。苦い水を飲んでちょっと飲まされたりするじゃないですか今ね全然アウトでしょ。苦い水って言ってましたわ。苦い水なんですよね。でうちの父がショーケースみたいな、本棚兼ショーケースにウイスキー並べた。でどうやらなんかなかなかのものもあったんじゃないかみたいな。でゴルフやる人だったんで、ゴルフのトロフィーとウイスキーのボトルと難しい本。結構じゃあ趣味人だったんですね。ラジコンのヘリコプターとか持ってたって言ってましたよ。だからうちの親父の世代でラジコンのヘリコプターって結構40年弱前。うちの母親は父のことたけしさんって呼ぶんですけど、たけしさんじゃないです。たけしさん平たく
はい、たけしっていう高高弘と同じです高弘って呼ばれてるんですか？いやタカ君です父とスキーに行った時に、うちの母親をお姫様抱っこしてさーって走ってきちゃう、滑ってきちゃう、はあ、シュプールを、はい、いいシュプール描いて、はい、そういうなんか何でもできる人なのですよ。子供の頃の印象はもうとにかく仕事人で、ウィークで土曜日まではがっつり働いて、日曜日は自分の趣味とか、時々海連れてってくれたりとか、そういうことあったんですけども、それはもっぱらじいちゃんだったんですよね。遊びに行くのはじいちゃん。じいちゃんは秋代さん。そう、秋代さん。あとおばあちゃんこまちゃんですね。カタカナでこま。第二次ベビーブーム世代なんで、やっぱおじいちゃんおばあちゃんいて、お父さんお母さんいて、我々がいてみたいな、なんか一生炊きのガス釜とかありました。ありましたね。でこう多く炊くとうまいんですよ。しかもガスだと火力高くて、ツヤツヤ。そうなんですよ。米立つんですよね。米が立つんですよ。2回言ったでも本当にそうでした。本当にそうでした。懐かしいな。なんか昔って、もう46になると子供の頃って言ったら本当3、40年前になっちゃうんですけど、その頃って今当然携帯とかそういう SNS 環境もネットもないしパソコンもないしみたいな時代で、お正月っていうと大体同じ過ごし方をしてるんですよ。特に田舎なんで、海外旅行に行くとかちょっと考えづらいし、海外旅行に行くなぞ言おうものなら大変なことになってしまう。桜井んちは海外旅行行ったらしいよ、どっか行くらしいぞそういう時代だったので、だから大体その時間別に会ってなくても、みんな同じ時間を過ごしてるんですよね。テレビ見て、お雑煮食べてお蕎麦食べてとか、そういうお正月、なんか日本のお正月みたいなのを味わっていたのですよ。だから空気感もやっぱ今ないじゃないですか。特に東京なんてそうですね、なかなか味わいづらいし、だからといってなくなっちゃったわけではないと思うんですけど、もう少しオートマチックになっているというか、形骸化しているというか、上京して26、7年ですよねになるので、一時期やっぱ初詣はやっぱ浅草寺行ってましたね。ああ、そうですか。もう年明けは浅草の方飲みに行くようにしてたりしましたね。あっちの方でこうやってやってやりますね賢くなると聞いたみたいなやっぱどうしてもこう移ろっていっちゃうので、で記憶も曖昧になってくるし、だから今回も、もう確認しようもないのですが、ややもしかしたら間違えてる記憶もあるのかも。細部の部分が、そこはもう、自分の中でもこうであったっていうふうにしちゃいましたけど、こうであろうと。だから一番その最たるものはこの絵ですね。これほど曖昧な何かが迷ったんですよ。これですね。もうじゃあとりあえず人並べとこうと。これぐらいいたな。こちら子供5、大人6、7ぐらいいたよなって思って。そうですね。これも曖昧なんだけど、これはたけしさんのイメージなんですけどね。本当はパンチパーマだったんですけど当時は一応ちょっと、若干のオブラートに言っちゃいましたけどねでもこういう風景景色がある中で、やはり少年桜井はこういう、そうです、ちょっとムスッとしているような、やっぱりちょっと外から自分を見ちゃってるような感じというか、この頃から始まったんですよね。早くないですか？小学校低学年、中学年くらいですかね。4年生とか、じいちゃんと遊んでる中で、すごい刺激的な経験をして、同い年と遊んでもなんか、そのじいちゃんと何をしたんですか？そんなじいちゃんは山派で、山に連れてくんですよ。とにかく山に連れてって、例えばどっか川連れてかれて釣りをするとか、あとは当時今なくなってしまったいわゆるそのテーマパークみたいなところに行くとか、あと鳥を打ちに行くのに、うちの父は猟銃持ってたんで、猟銃許可もらってて、免許あるんだ。1回か2回だけ連れてってもらった。
でもそんなようなことを今だから丸々森でやってるわけですよね。あ、まあでもそうかもしれないですまだやってますよ、しつこく。あ、まだやってるんですか？やってます、ガンガンやってますね。今回このまあ年改まった1回目がこういうスタートなので、もしかしたらちょっとこう子供自分の話がなんかポコポコと第10回、はい、それはすごいいいんじゃないですかね。いい機会になりそうな気がしますけどね。今回はだから本当に何ですかね、画像で絵でイメージできたというか、ああそうだよねとか、みんなのなんか心にあるようなことをこう、文章にして表現していくっていうことがこれからも毎回できると、すごくこれを読みたかったんだという読者がたくさんいるんじゃないかなと。頑張ります。10回目も10回目ちょっと11回目は分かんないですいや、また保険をかけに言ってますけど